くなってもあの日が遠くなっても忘れられない消えたりもしない抱きついて泣いて笑ったぬくもりがあるから抱きしめ合って魔法私の勇気の場所何度だって生まれ変わる夢に投げ時代が私を試すけど一人じゃない私は間違わないように後悔しないようにまっすぐ生きていたいけど歩き出す勇気も立ち止まる勇気も未来への条件きっとベルリの戦争。ガバンたちは地球人たちを捕まえたってことなんだな。ああ、4番桟橋に入ったアメリアの軍人がガバンたちとマシン戦をやったようです。その対応でドレッド軍は精一杯のようなのね。おかげでこちらは安心ということです。でかい各駅だな。あの方たちもお仲間？違いますよ。すごい。火星か金星から持ってきたの？オリーブの木よ。500年ものがゴロゴロあるな。さっきの土地に比べたらここの畑。麻とかゴマの栽培は最近許可されるようになったんです。なぜなんです？レイハントン家の土地だったからです。レイハントン。レイハントンの土地。なんでここだけくぼんでいるんです？ここはもともと地下だったんです。土が抜けちゃって。こちらからどうぞ。ひょっとするとこの下がすぐ宇宙ですか？そうみたいだな。ロルッカさん、お連れしました。だったんですよ。はあ、ですから書類は明日お届けしますから、それでよろしいですか？こちらにお座りください。はい。本当にご苦労をかけましたね。大変だったんだ。遠路はるばるご苦労様でしたな。ミラジ・バルバロスです。ドニエル・トスです。お座りにというよりお着替えをしていただいた方が。おお、そうしていただこう。そうなさいませ、姫様、王子。ですから私たちはドレッド艦隊のレコンギスタ作戦を中止させたいだけなのです。その地球に戻る作戦がなんでこの時期だったのかということですな。ノートドレッド将軍の急ぎすぎなのです。中止させる方法はないのでしょうか？それは姫様、お母様に失礼。トワサンガの問題もありますが、地球では戦争を面白がってしまう世代が生まれてしまったことも原因になっています。僕のような世代のことを言っているんですか？あ、いや王子、そういう。私だって G セルフで宇宙海賊をやってしまいました。それについては我々にも責任があります。私たちの建造した機体がドレッド軍の事前偵察用の一機として採用してもらえたのです。私たちは G セルフのおかげで命拾いしているよ。我々が言う YG111 ですが、あれが地球に向かう直前にラライアにも知らせない性能を仕掛けたのです。それでお二人には余計なご苦労をかけさせることになったのですが、生まれ故郷へご案内申し上げたいのです。レイハントン家の王女様と。レイハントン家の王子様。はあ？
なんだとて？なんかの冗談じゃないみたい。もう少し静かにおやり。近所迷惑なんだから。こちらが子供部屋になります。覚えています？さあ、全然覚えていませんね。ひょっとしてあれ僕が使っていたんですか？不思議とあそこからよく落ちていました。この空気は知らないとは言えない気持ちになれます。何かしら。あった。ここにあったんだ。思い出したくって、ずっと思い出せなくって、何だったんだろうってずっと思い出したかったもの。アイーダさん、私は父と母しか知らないから。僕も母が父の写真とデータはみんな捨てたって。同じ時期の写真がこちらにございます。あなた方のご両親です。画像はご老体の持っていたものがその1枚しかなくて、データは全てドレッド家によって削除されました。それは本棚の上の引き出しにありました。お二人にはピアニ・カルータ大尉の指揮のもとに地球に亡命していただきました。それで捨て子として処理されたのです。お互いに知らない方が安全だろうということだったのですが、我々は探し当てたかったので G セルフに仕掛けを施しました。レイハントンコードのことですね。ああ、初めて G セルフに触った時。アイーダさんもこれ持っているんだ。それ、私も同じものを持っています。タッチセンサーで汗とか血液から DNA は特定できますし、網膜や指紋からもレイハントン家直系の方なら操作できるという仕掛けでして。私たちはあなた方のこの仕掛けに乗せられて、とてもひどい現実と対決してきました。もちろん私たちを育ててくれたスルガン家とゼラム家の気質を受け継いだということもあるでしょう。けれど G セルフを操れたおかげで、私は恋人を殺され、ベルリは、弟は人殺しの汚名をかぶることになったのです。あなた方に使命というもの、理想とする目的があるにしても、そのようなものは私自身で見つけて成し遂げます。姉さん、時代は年寄りが作るものではないのです。やっぱり何がおかしいのです？天才のクリム大尉が G セルフを動かせないって怒っていたことですよ。ラライアさんを連れ出したりしてね。何でしょう。どうします？これから。フラミニアさんたちの情報は役に立ちます。ドレッド艦隊はメガファーナとサラマンドラを味方にするつもりです。はい。ですから、行くって。お、姫様、よろしいですか？ご心配をおかけして。トイレットペーパー一つが貴重品というのに、コンテナを流すとは何事か。後班長、全員に気合を入れておけ。足のマグネットをかけて踏ん張るんだ。大尉、おう、太陽電池パネルの北側の光は鉱物資源を掘り出している施設ですね。そうだ、かなり大規模だな。赤道のベルトだろ。私たち騙されてません。
宇宙世紀を含めた2000年を超える歴史があるのだ。もうすぐトワサンガのシラノ5が見えてくる。小惑星を核にして建設したものとか？そうではあるのですが、イメージは違いますね。なんです？ランタンじゃないですか。あの中心の隕石がシラノとベルジュラックの鼻に似ているとか。はあ、いや、まあドレッド艦隊を送り出せるだけの工業力のある国家ではありましょう。トワサンガの制空権に入った。モビルスーツは全機警戒態勢。入港許可を取り付けても入港が完了するまでは油断は禁物です。そりゃそうでしょう。なんだ？マスク隊はクンパ大佐を信用しているのですか？信用しているからこそキャピタルタワーを包囲しているドレッド艦隊を置いたままここまで来たのだろう。大尉、本艦がトワサンガの軍隊に投降するっていうことは。無線を使うな。すでにトワサンガの空域だ。はい。向こうの軍事力をいただいて帰るには一度は仲間になってみせる。一度は？わかるな。そういう作戦ですか？そうだ。マニーアンバサダー、細心の注意を払え。はい、大尉。さすが先輩。マスクはあの女には甘いかい？シラノ5のアパッチ軍港に入港させるんですと？キャピタルアーミーのガランデンって軍艦でしょ。そんなものをドレッド艦隊の心臓部へ入港させるんですか？発信者はクンパルシータ大佐という人物、ご存知で？まさか。本当にガランデンなんですか？だったらマスク部隊も来てるんだよ。それって事件でしょ。事件だ、事件だ。なんだよ、艦隊の連中は地球人の船のお出迎えかよ。地球人のモビルスーツはどう動くか分かったもんじゃないんだぞ。何すんだ、私のヘタテに。我慢だニック。我々も出なくていいんですか？ここはガバン隊の守備範囲だ。今は出迎えが仕事だろう。アメリア軍に出し抜かれませんか？なんでそう考えるんだ？アメリアのサラマンドラが軍師司令部のゲスト扱いになっているんです。これから入港するキャピタルアーミーの敵になる船なんですよ。あのな。は？ここに入港させたら両方ともこちらのもんなんだよ。なんでそういうことがわからんのだ？あんな連中が出て行ったんですよ。ガランデンが沈められるって考えません？調査部のクンパ大佐の思いつきで来たんだろうから、そうはならないさ。キャピタルアーミーがドレッド艦隊と連合するために来たというのなら、こちらの連合はどうなるんです？みんな友達さ。大尉、トワサンガは大尉がアメリアの大統領の息子だと知った途端にゲスト待遇になって補給もしてもらってるし。ここのハザム政権と軍部も事情ありなのさ。キャピタルアーミーがやる前にドレッド艦隊の主導権を奪うつもりなんでしょ。じゃあ地球に戻ってから政権を取るつもりなんだ。後のことは口にするな。ベルリー、勝手に出るんじゃない！やっぱり勝手に出るんだ。ガランデンまでがここに来たのなら直接行って事情を聞くしかないじゃありませんか。事情を聞きに行くの？ベルリー様！ベルリー、今は迂闊に動いてはダメです。
まさか出るなんて。ハッパさん。この上にというより、こんなものの上に林があったり、くぼんだ土地の農家や僕の生まれた家や池もあるってこと？こんな景色のところが故郷だなんて。こいつに親の DNA が仕込んであったからって、そういうことを飲み込もうと努力している時になんでガランデンが来るんだよ。マスクはドレッド艦隊を叩くのが任務じゃないのか。G セルフも地元に帰ってきたんだから地図を見せろ。アパッチ軍港はこれか。あれがガランデン。そうか、クンパ大佐の直属の船なら来たっておかしくないのか。おかしくない？おかしくないというより変でしょ。サウス5番リングから出たモビルスーツが YG111 なんだな。その機体ならレコンギスタ作戦の事前偵察に出したラライア・アクパールのものです。ああ、第1第2戦隊は俺についてこい。第3戦隊はガランデンを警戒、誘導しろ。はい。なんでベルを一人で出したんです？許可なんか出していません。注意、ベルリーを連れ戻してください。そのつもりですけど、なんでトアサンガの連中はガランデンの出迎えに出てんだ。憎んでいるんだよ。居残り組は艦隊の連中をさ。ねえ、憎んでるんですか？地球に住みたいって奴らはいっぱいいるんだよ。だから地球に降りられたらライアみたいなのは憎まれるから守ってやらなくちゃならないんだ。ことのついでに手を出しやがって。あら、アイーダさん。モランを借ります。ここはガバン隊が守備しているところで。だから出るんです。そりゃ無茶だ。ラライア？ラライア・アクパール、帰還報告もしないで何をやっているんだ。帰還報告ってなんだよ。応答がないということはその機体地球人が操縦しているんだな。なんだと？ここで生まれたって地球人ってか。リングから離せ。そうしないと爆発させられない。だからって抵抗するのか。お前たちは事情も知らないで。これ YG ってのか。殺しはしないけど今度僕らの邪魔をしたら容赦はしない。僕には姉さんだっているんだから今度は。あの姿、大昔ガンダムとかいう人をするぞ。ベルリー、大丈夫ですか？全部聞こえていました。応援でチェックしていた。あっという間にザックスを黙らせたな。元教官としては嬉しいが、どうやったんだ？でも傷つけただけです。パイロットに何かあったなんてことそれはしてませんよ。それは分かっています。よくやってくれました。まずいですよ。こんな攻撃力をトアサンガの軍隊に見せつけるなんて。だからもう G セルフは動かすなよ、ベルリー。はい、そうさせてください。ベルリーは大丈夫なのですね。ベルリー、大丈夫だ。あんなものを生まれ故郷にしろっていうのか。何が楽しいんだ？だって本当にガランデンがこのアパッチ軍港に入港しちゃったんですよ。仕掛け人登場というやつかもしれないな。地球人だけで建造できるわけないだろ。ここから密入国した技術者が多いって言いますよ。
ルチがいるんですって。地球人の地球の大陸ノア参加がキャピタルタワー。遠路はるばるご苦労様です。ハザム政権と軍部の寛大なご処置には心から感謝いたします。現在はカシーバミコシを降臨させる時期で十分な対応は。首相、客人の前です。ああ、いや、ご不自由な点があれば担当の者に申し付けてください。先にここに来たメガファウナという船はどういう状態なのでしょうか。ドック待ちです。サラマンドラが入りますんでな。ハッパさん、我々の部品でも使いますよ。壊れ方を見てくださいよ。人手の方がいるんですよ。仲間の専門家には手伝わせます。自分も専門ですから。それは助かります。パイロットのお部屋にはここから上がれますか？そこのエレベーターだよ。天才クリムよりうまくやったって思っちゃいけないんですか？大を超えましたよ。 G セルフの性能のおかげで。でも使える人が使わなければ性能は引き出せません。それはそうですけど、あの戦いは必要だったんですか？感電して殺されそうになったんです。あの変な仕掛けで。よろしい？はい。みんなこの人たちのおかげでこうなったんでしょう。ベルリ王子、大体メガファーナはドレッド軍に監視されているんでしょう。あなたたちの反戦運動ができるわけないでしょう。現在のトアサンガはカシーバミコシの降臨の準備とクレッセントシップがヴィーナスグローブに帰る支度で混乱しており。王子、また戦うおつもりですか？宇宙では生き延びることだけを意識しろ。これはキャピタルガードの鉄の掟です。ベルが勝手にガランデンに行こうとしなければ。アイーダさんが姉さんだなんて言われたらいい加減おかしくなるだろう。レンモア、チップボックスの交換はやってもらえるからな。何がレイハントンだ。ラライアさんは操縦を覚えたネオドゥを使うことになり、マスク部隊もバララさんに新型マシンを使わせたことで戦うことになった。がその後、敵味方のマシンは総出で月の裏側で宇宙のゴミ掃除をすることになってしまった。次回 G のレコンギスタ、アイーダの決断。話分かりたければ見るしかないでしょ。